みんな、ずんだもんなのだ。今日はね、アフリカの宝石、タンザニアについて紹介するのだ。タンザニアって聞くと、キリマンジャロ山とか、サバンナの動物たちを思い浮かべる人も多いと思うけど、実はね、タンザニアには世界で2番目に大きくて、しかも2番目に深い湖、タンガニーカ湖があるのだ。わあ、すごい、知ってた？これがまさに意外な豆知識なのだ。さてさて、今日はそんな魅力いっぱいのタンザニアに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。タンザニアがね、とっても画期的な新しい挑戦を始めたんだって。なんと、携帯電話が直接衛星につながる衛星通スマホ通信のガイドラインを出したのだ。これで災害があった時でも通信が止まらないし、遠い村の農家さんでも丘に登らなくてもスマホが使えるようになるんだって。ビジネスや教育、医療にもすっごく役立つ、まさに未来を変えるテクノロジーなのだ。もし今回の動画が面白かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にタンザニアの今を見ていくのだ。タンザニアは雄大な自然が広がる東アフリカの国なのだ。インド洋に面し、首都はドドマだけど、最大の都市は活気あふれるダルエスサラームなのだ。旧植民地時代を経て、1964年にタンガニーカとザンジバルが合併し誕生。現在は多党制の共和制なのだ。約6700万人が暮らし、多様な民族が共存しているのだ。主要産業は農業で、コーヒーやカシューナッツが主な産物、金などの鉱物資源も豊富だけど、最大の魅力は観光なのだ。セレンゲティでの大迫力サファリや、アフリカ最高峰キリマンジャロ山は圧巻なのだ。スワヒリ語が公用語で、ハクナ、マタタの精神が息づくのだよ。近年は経済成長が著しく、インフラ整備や観光振興に注力。貴重な野生動物と自然を守る取り組みも世界から注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。タンザニア30億ドル規模の地域セメント市場の急拡大を牽引という記事なのだ。東アフリカのセメント産業は2033年には30億ドル規模に成長する見込みで、タンザニアがこの地域のセメント大国として注目されているのだ。タンザニアは2024年に国内で必要な量よりもずっとたくさんセメントを作っているから輸出もどんどんできるのだ。タンザニアの会社はケニアの歴史あるセメント会社バンブリセメントを1億8000万ドルで買収したり、タンザニアの大富豪がケニアのイーストアフリカポートランドセメントの最大株主になったりして地域のセメント市場を大きく変えているのだ。他にも国内で新しい工場を作る計画も進んでいるのだ。セメントの需要が増えているのは道路や橋、空港などのインフラ整備が活発で都市に人が集まってお家がたくさん必要になるからなのだ。タンザニア政府もセメント産業をとても大切にしていて、高い費用や電力不足、他の国との競争といった課題に直面する生産者をしっかり支援していくと約束しているのだ。これからもタンザニアはセメントで東アフリカの発展を力強く支えていくのだ。2つ目のニュースなのだ。ダーエスサラームの喧騒、動物の足から睾丸まで余すところなく利用という記事なのだ。タンザニアのダルエスサラームでは鶏やヤギ、牛のほとんどの部位が食事やビジネスの機会になっているのだ。以前は捨てられていた足や内臓、頭、精巣、皮なども今では道端の屋台で広く売られているのだ。これらはローストしたり茹でたりして焼きバナナやつらいチリソースと一緒に提供されるのだ。特に低所得者層にとってこれらはお手頃な肉の代替品として大人気なのだ。地元の人たちは限られた収入でも肉を楽しめるのが嬉しいと話しているのだ。専門家によると衛生的かつ適切に調理すればこれらの動物の部位はタンパク質やコラーゲン、ミネラル、ビタミンなどの大切な栄養源になるのだ。
関節の健康や肌の弾力性にも良いと言われているのだ。ただし、清掃が性的能力を高めるという話は科学的根拠のない迷信なのだ。腸などは特に念入りに洗浄し、過度な味付けや揚げすぎには注意が必要なのだ。このビジネスはとても盛況で、売り手は家族を養うのに十分な収入を得ているのだ。捨てるものがなく、みんなに喜ばれる素晴らしい循環なのだ。3つ目のニュースなのだ。タンザニアの新衛星、携帯電話ガイドラインが画期的な理由という記事なのだ。タンザニアがね、とっても画期的な新しいことを始めたのだ。携帯電話が直接衛星につながる衛星通スマホ通信のガイドラインを出したんだって。これまでの携帯電話基地局に頼るのを減らして、特に地方の人たちがデジタルに取り残されないようにするのが目的なのだ。この新しいルールだと、衛星の会社は現地の携帯電話会社さんと協力しないといけないのだ。外国の衛星を使うときもタンザニアの政府からちゃんと許可をもらう必要があるのだ。これでもし都市で災害があったときでも通信が止まらないようになるし、信号が届きにくい遠い村の農家さんでも丘に登らなくてもスマホが使えるようになるんだって。本当にすごいことなのだ。世界でもこういう直接衛星とつながる実験は進んでるんだよ。タンザニアのこの技術はビジネスや教育、医療にもすっごく役立つって言われてるのだ。例えば遠隔地でモバイル決済がしやすくなったり、オンライン学習や遠隔医療も広がるのだ。既存のネットワークを補うものだから、誰もが情報にアクセスできるようになるのが目標なのだ。もちろん最初はお金がかかったり、電波の干渉とか心配なこともあるけど、政府がちゃんと対策してるのだ。この新しいガイドラインがうまくいくと、タンザニアの都会にいる人も一番離れた場所にいる人もみんなが同じようにインターネットにつながれるようになるんだって。これはタンザニアのデジタル経済にとって未来を変えるようなとっても大きなチャンスなのだ。雄大な自然広がるタンザニア、すごい発展っぷりなのだ。セメント産業で地域を牽引し、動物の足まで無駄なく利用する循環型社会なのだ。さらに衛星通スマホでデジタルデバイド解消も目指すのだ。白な、またた精神で、ますます飛躍するタンザニアから目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。